はい、どうもこんにちは、周平です。今回から5回ぐらいに分けてですね、世界最南端の町プエルト・ウィリアムズについて写真で紹介していこうと思います。Hello, 周平 speaking. I'm going to talk about the world's southernmost city, Puerto Williams, with pictures. I try to put subtitles in English. I hope you enjoy it. Hola, soy Shuhei. Voy a hablar de la ciudad más austral del mundo, Puerto Williams, con fotos.Trate de poner subtítulos en español. Espero que lo disfruten. ということでですね、今回が最初の回、概要ですね、ジェネラルインフォメーションで、2回目、3回目と、観光その1、観光その2、その後にお役立ち情報みたいのがあって、こんなところだよっていうその他情報ですね、があります。で、観光とその他の情報に関してはちょっと、ネタバレみたいなところになりますので、もし今後行きたいなとか思ってる人がいたらそこは飛ばしてもらって、お役立ち情報だけ見てもらって、ほんとその名前通りお役に立ててもらえればなと、一番見てもらいたいのは最後のところですけども、でプエルト・ウィリアムスはどこにあるのっていうと、チリの一番南のここにありますね。で、ここなんですけども、地球の歩き方なんかに書いてある、世界最南端の都市のアルゼンチンのウシュアイアはここにあって、さらにウシュアイアの南にあると。それが、プエルト・ウィリアムズです。でプエルト・ウィリアムズどうやって行くのというと、ウシュアイアから行くか、もしくはこちらのプンタ・アレナスから、飛行機もしくは船で行くって感じですね。で今回はそのプンタ・アレナスの空港から話を始めます。はい、空港到着です。プンタアレナスの空港はこじんまりはしているんですけど、すごい綺麗な感じの空港でした。でプンタアレナスからプエルト・ウィリアムズに行く飛行機がですね、この右側のダップっていう航空会社しかないらしいんで、なんで毎日本数はあるけども、なかなかハイシーズンになると予約が取れなかったりします。中も綺麗ですね。でこういう小型ジェットで、行きます。で大体1時間半っていう話を聞いてたんですけども、自分の場合大体45分ぐらいで着いちゃったんじゃないかな。で、これがプエルト・ウィリアムズの空港なんですけども、これがほぼ全てですね。この目に映っているもので本当に小さい空港です。で左下に映っている建物の中がこんな感じで、もほぼ事務所ですね。で左側に見えてる人が通ってるところに荷物が置かれたりして、荷物のぐるぐるがないですね。そんなちっちゃい空港です。外から見るともうほんとこれだけって感じで、空港に背を向けて街に歩き出す一本道がこれです。はい、ということでですね、で地図全体っていうか街全体がこんな感じで、今見てもらった空港がここにあるんですけども、最後に見てもらった、道をこうずっと、歩いていく。自分の場合は、ヒッチハイクみたいな感じで車乗せてもらってこうずっと来て、ここですね、ここに泊まってたホステルがあります。でもうすぐ目の前に海岸というか海が見えて、それが、カナルビアグレっていう名前ですね。はい、こんな感じで、もう目の前に見えてるその山っていうか陸がもうアルゼンチンです。こんな感じで、夜になると、夜っていうか夕方になるともう静かですごい綺麗だし、誰も人がいなくて、でたまにこんな旅客船が行ったりしますね。でこれが、船側から見たプエルト・ウィリアムズです。で海岸沿いにずっと歩いていけばこんな感じの道があって、ずっと海岸沿いに歩いていきますね。でさっき見てもらった地図の全部がですね、このちょろっと見えてる街、これがプエルト・ウィリアムズの全てです。そんぐらいちっちゃいです。で、今このホステルの前の通りがですね、自分の言ってた1月の終わりからは全て工事されていて、ちょうどここら辺を今から見てもらいますけども、こんな感じで道が全部工事されてますね。で工事されてるとこはこうやって、国の看板みたいのが毎回ありまして、でそこに、期間だったりとか、あとはどのくらいお金をかけているか、そんな情報が載ってました。で、さっきの道のここら辺に坂道があって、この坂道から、町の中心地に行けるんですけども、坂道の上から見た写真がこれですね。見晴らしのいいというか、
で晴れてる時はこんな感じですごい気持ちのいい場所でしたね。でそれこそ展望台みたいな感じののがあって、でこれなんですけども、プンタアレナスでも見るんですけども、木にこの編み物がくっつけてある謎の状態が。あとはプエルトウィリアムスは、キングクラブタラバガニの漁で有名らしくてですね、街の至る所でこのカゴ状のタラバガニの漁に使うであろうものがいろいろと置いてあります。はい、ということでプエルトウィリアムズはこのタラバガニだったり、あとはヤーガンっていうですね、原住民の文化だったりがある町です。プエルトウィリアムズは、パタゴニア地方なのでトレッキングも有名だってことですね。はい、あと、ウィキ情報なんですけども、人口が2002年の時点で、2874人ってなっていて、私がプエルトウィリアムズに行った2017年の1月の終わりですねにホステルのママさんから聞いた情報によると、1800人ぐらいじゃないかと、1000人ぐらい開きがあるんで、合ってるのかちょっと分かんないですけども、でそのちょうど行ってた時期が、漁の時期でもあるらしくて、だいたい500人ぐらい増えて2300人ぐらい今はいるんじゃないっていう話を聞かせてもらったりしました。で、今回はこんな感じでしたけども、次回から、観光とかそんなような話をしていきたいと思います。次回も楽しんでいただけたらと思います。それではまた。バイバイ。